はい、どうもこんにちは。ファンファンコレクションです。今回は2026年8月発売のトミカシリーズ7点をチェックしていきます。今回はなんと蛍光灯が稼働する覆面パトカーも登場します。ぜひチャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いします。それではまず1台目はこちらからいきましょう。トミカプレミアムアンリミテッドの14番、スバルとスバル、スバル BRZ 佐藤スバルです。はい。スバル何回言いましたかね。ではね、ちょっとまずパッケージから見ていきます。こちらですね。漫画ね、スバルとスバル。そちらに登場する BRZ ですね。今回こちらが登場しました。パッケージね、上の面はこんな感じになってます。で、横ですね。はい、反対側はこんな感じです。では中のチェックしていきます。はい、こちら佐藤スバルの BRZ です。ベースがトミカプレミアムアンリミテッドなので、作りはね、いいですね。このタイヤホイールの感じとか、非常に造形が素晴らしいです。で、色もね、非常に鮮やかなブルーで、実写で言うと WR ブルーパールをイメージしていると思います。で、劇中車ということでね、ゼッケン、こちら F の88ですね。ドアにね、プリントされています。はい。じゃあ正面見ていくと、このような感じですね。ヘッドライトの形状から、こちらね、ZD8 ですね。2代目の BRZ ベースということでね、造形もね、非常に素晴らしいです。そしてここね、ちょっと細かいんですけど、STI のね、文字がね、プリントされています。非常に小さいですけどね、よくできている。はい。そして右サイドですね。で、ドア開きますね、こちらね。はい、内装いかがでしょうか。ダッシュボードとかね、ハンドル周り、そしてシートとかね、はい、こんな感じですね。黒い成型色で作られています。そして後ろ側ですね。はい、このような感じ。テールレンズもね、しっかりとね、塗り分けで再現されています。真ん中にはね、スバルのマークとか、ここにはね、BRZ と書かれてたりとかね、このナンバーのベースもね、白くね、なってますね。はい、マフラーの出口はシルバーになってて、結構ね、太めのマフラーがね、しっかりと造形されてます。はい、そしてね、助手席側開けておくと、はい、このような感じですね。シートとかね、ダッシュボード周りね、はい、いかがでしょうか。そしてボンネットからね、屋根ですね。はい、こんな感じで、やっぱり色がいいですね、これね。そして後ろね、スポイラーもね、しっかりと造形されています。はい、シャーシ面はね、こんな感じですね。フロント、センター、リアということで、結構全体的にね、しっかりとね、造形されている印象です。こちら、スケールとかね、車名はね、確認されてませんで、メイドインベトナムとなってます。そして、サスペンションのアクションをチェックしておきます。はい、フロント、リアということで、結構ね、しっかりクリック感のあるね、サスペンションとなってます。で、タイヤを回すと、このような感じ。非常にいいですね。このスポークがね、こう回っている感じがめちゃくちゃかっこいいです。ということで1台目、トミカプレミアムアンリミテッドの14番、スバルとスバル、スバル BRZ 佐藤スバルでした。それでは次の車チェックしていきましょう。続いてはこちら行きましょう。トミカプレミアム24番、トヨタマーク X 覆面パトロールカーです。それではまずパッケージのチェックしていきます。正面ね、こんな感じですね。白いマーク X の覆面パトロールカーです。はい、上の面ね、こんな感じで、スケールが64分の1、左右ドア開閉、蛍光灯稼働のアクション付きです。で、横はこんな感じですね。はい、それではね、中のチェックしていきましょう。はい、トヨタマーク X 覆面パトロールカーです。今回のトミカシリーズの中で一番楽しみにしていた車が私ね、このマーク X です。はい。この130系のマーク X なんですけど、覆面パトロールカーなんですけど、このまま見てもね、かっこいいですよね。タイヤホイールこのような感じで。ね、白系のこのボディカラーで、実写で言うと、ホワイトパールクリスタルシャインをイメージしたね、ボディカラーだと思われます。で、ボディサイドね、ここにちょっとシルバーのね、なんかプリントされてるんですけど、ちょっとね、文字とかはね、乗っかってませんね。それにしても、かっこいい。そしてフロントね、このような感じです。ヘッドライトね、クリアパーツ使われてまして、このグリルの造形とかね、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、これ分かりますかね、このグリルの中にこう赤い点々。このバンパーの中に全面蛍光灯がね、再現されています。この辺りがね、覆面パトロールカーというね、ことが分かりますね。そして右サイド。はい。あとはね、こちら開きますね。ドア開けるとこのような感じになってます。
ダッシュボードやセンターコンソール周りね、いかがでしょう。シートね、このような感じで黒い成型色でね、作られています。はい、そして後ろですね、はい、このような感じで、テールレンズもクリアパーツ使われてまして、ここね、はい、トヨタのマークと、ここにマーク X の文字、この右側にプラス M のマークと 350S とね、プリントされてます。ちょっと小さくてね、見えにくいんですが、アップにできたらね、ちょっとアップにしておきます。はい、そして助手席側開けておきますと、このような感じです。はい、いかがでしょう。ちょっとね、暗くてね、見えにくいかと思いますけれども。はい、そしてボンネットから屋根の上。はい、ここですね。この屋根の上の蛍光灯が稼働するアクション。これね、非常に楽しみにしてました。ちょっと行ってみます。カット。はい、トランプ出てきました。正式名称としてはね、この蛍光灯というね、名前が正式名称らしいんですけどね。はい、いかがでしょう。よく見るとこんな感じ。センターにね、ちゃんとついてて、これがくるっと回る。ね、普段は普通のね、車っていう感じなんですけどね。このアクションね、いいですね。今後、覆面パトロールカーが出るたびにね、採用してほしい。これは非常にいいですね。はい、せっかくなんでちょっと出しておきますか。この蛍光灯ギミック、良いと思ったら、ぜひグッドボタンを押してください。はい、屋根の上ね、こんな感じ。そして後ろですね。はい、こう見えますかね。このリアウィンドウの中、取り締まり中の文字が見えると思うんですけど、これはマルチディスプレイという装備で、速度違反とか左により止まれなどね、実写ではね、20種類のメッセージを切り替えられるという、そんな仕組みのようです。ちゃんとね、そういったところまで細かく再現されてます。はい、そしてシャーシ面ですね。フロント、センター、リア側ということで、結構ね、全体的にね、しっかりとね、造形されています。はい、こちらね、2025、64分の1スケール、トヨタマーク X メイドインベトナムとなってます。はい、こちらのマーク X ですが、サスペンションのアクションはついてません。で、タイヤを回しておきますと、このような感じで、やはりホイールがね、しっかり作られているのでね、非常にかっこいいです。続いては、同じ警察車両でこちら行ってみましょう。通常トミカの76番日産エクストレイルパトロールカースケール63分の1サスペンションのアクション付きです。はい、エクストレイルのパトロールカーです。はい、こんな感じで新型のねエクストレイルですね。こちらね、はい、白黒柄ですね。はい、こちらは北海道警察と書かれてますね。あとポリースの文字がプリントされてます。で、正面見るとこのような感じですね。ヘッドライト部分はシルバーでの塗り分けですね。はい、グリルとかね、こんな感じでしっかりと造形されてて、かっこよく仕上がってます。はい、右サイドはこのような感じ。ちょっと中覗いておきますと、内装ね、ちょっとハンドルとかセンターコンソールあたり、ね、あとシートとかね、ちょっと見にくいですけどね、こんな感じになってます。はい、そして後ろですね、テールレンズね、クリアパーツ使われてます。はい、エクストレイルのね、文字とか、この辺りね、しっかりとプリントされてますね。そして、ボンネットから、はい、屋根の上ね、はい、赤色灯、そして、スポイラーもね、ついてますね。そして、シャシ面、フロント、センター、リア側ということでね、まあ、そこそこ造形されてますね。はい、こちらね、ベースがナンバー117、2023年の方、スケールが63分の1、日産エクストレイルメイドインベトナムとなってます。こちらね、サスペンションのアクション付きです。フロント、リア側、結構ね、ストローク感ありますし、硬さもね、しっかりとしたね、クリック感があります。で、タイヤを回すと、このような感じです。はい。エクストレイルのパトロールカーいかがでしょう。こちらね、北海道警察と書かれてますが、私の住んでるところではね、ちょっとエクストレイルのパトカーは見たことがないですね。でもなんかね、SUV ならではの走破性とかね、活かして、山間部とかね、雪道の多い地域ではね、採用結構されているようです。覆面パトロールカーに続きね、通常のパトカーもね、かっこよかったですね。ということでね、次の車チェックしていきましょう。はい、続いてはこちら行きましょうか。ちょっと大物行ってみましょう。トミカギフトシリーズのホンダ無限コレクションです。こちらね、3台セットですね。はい、パッケージね、正面こんな感じで、はい、上の面はね、こうなってます。で、横ですね。で、下側、で、反対側と。そして、裏ね、こんな感じで、
セット内容が無限スーパーワンサスペンションのアクション付き、ホンダシビックタイプ R サスペンションのアクション付き、チーム無限トランスポーター、本体取り外し左右可動、後部パネル開閉のアクション付きとなってます。はい、それではね、こちら側から開けていきます。はい、まず1台目ね、こちらですね。はい、こちらね、無限スーパーワンです。今年に入ってからね、モデル化されたトミカがね、早くもギフトセットの1台となって登場しました。今回はこの白と黒のツートーンのカラーですね。で、タイヤホイールはスポーツタイプね、ホイール黒で、なかなかコントラストがしっかりしててね、なんかかっこいいですね。で、このね、ブリスターフェンダーの張り出しなんかもね、しっかりと造形されてます。はい、正面見るとこんな感じですね。グリルとかね、ヘッドライトね、プリントでしっかりと再現されててね、かっこいいです。で、ここね、フロントのこのスポイラーの部分、無限というね、この無限の文字がね、プリントされてます。これかっこいいですね。はい、そして右サイドね。で、ちょっと中を覗いておくと、このような感じです。はい、そして後ろですね。はい、テールレンズとかね、こんな感じで。かっこいいですね。で、ボンネットから、はい、屋根ね。黒いんでね、指紋がベタベタつきますね。はい、そしてリアスポイラーと。このね、スポイラーのとこよく見ると、この屋根の色とね、若干色が違う。こっち、ツヤリのブラックで、こちらね、ちょっとガンメタル。同じような色に見えるんですけど、ここちょっと色が違いました。そしてシャシ面ね。はい、フロント、センター、リア側ということでね。はい、この辺りの造形かっこいいですね。で、こちらは2025年の方はスケールが58分の1ですね。メイドインベトナムとなってます。はい、サスペンションのアクションですね。フロント、リア側とも結構ストローク感ありますね。はい、そしてタイヤを回すとこのような感じ。ちょっと真っ黒でね、分かりにくいですけどね。はい、無限のね、スーパーワン、かっこよかったです。それでは次の車見ていきましょう。はい、続いて反対側ちょっと開けていきます。はい、こちらですね、ホンダシビックタイプ R です。今回ね、ホンダ無限コレクションということなんですが、これだけね、無限の文字ね、紹介のとこね、入ってないんですね。このホンダシビックタイプ R ということでね、さっきはね、無限のスーパーワンだしね、こちらね、チーム無限のトランスポーターだし、はい、これだけね、シビックタイプ R という感じなんですけど、はい、ボディからね、赤系、結構深みのある赤です。で、ホイールはスポーツタイプで、赤いね、メッキのリムが、ボディとね、色が合っててね、かっこいい感じになってます。で、フロント見るとこのような感じですね。エアロ周りがね、ちょっとカーボン調みたいな感じになっててね、はい、かっこいいです。右サイド。はい、内装とかね、ちょっと見にくいですけど。はい、後ろね、このような感じになってます。はい、テールレンズは塗り分けね、されてますね、しっかりと。はい、そして、ボンネットがこのカーボン調のね、ボンネットになってます。はい、この模様がね、かっこいいですね。V の字になってて。そして屋根の上。はい、そしてリアウィングもね、しっかりと造形されてて、このスポイラーね、かっこよく仕上がってます。そしてシャーシ面ね、フロント、センター、リア側ということでね、はい、こんな感じになってます。ベースはナンバー58、スケール64分の1、2017年の方ですね。ホンダシビックタイプ R、メイドインベトナムとなってます。こちらもサスペンションのアクションね、確認しておきます。フロント、リアということで、フロントよりね、リアのストロークがね、非常に大きいですね、こちらね。はい、タイヤを回すとこのような感じです。はい、いかがでしょう。かっこいいですね。ということで、ホンダシビックタイプ R でした。はい、続いてね、お待ちかね、チーム無限トランスポーター、行きましょう。はい、こんな感じですね。こちらですね、めちゃくちゃかっこいいですね、これね。はい、ちょっとこの HRC のロゴとか、この無限、このね、白、赤、黄色、シルバー、黒みたいなね、このカラーリングとね、デザインがね、非常にかっこいいです。チーム無限とも書かれてます。はい、ここはね、プリントでね、こう、それっぽくね、表現されてますね。はい。で、はい、正面見るとこのような感じですね。はい、これは、
ベース何かな、特にないのかな。はい、特に決まったトラクターではね、ないようです。はい、こんな感じで。ね、非常に長さもあってね、かっこいいですよね。後ろね、こんな感じになってます。はい、そしてね、上の方ね、こんな感じで。ここにもね、ホンダと書かれてますね。次は真っ白と。で、ギミックとしては、ここね、後ろのパネルがね、開閉するようです。はい、このような感じですね。開くのは開きますが、中にね、トミカとかね、積み込みはちょっと不可能ですね。あとね、このトラクターがね、外せるということで、このような感じですね。はい、そしてシャーシ面ね、見ておきますと、このような感じになってます。はい、いかがでしょう。こちらね、メイドインベトナムと書かれていますね。こういった感じで。で、もう一つのアクションね、この左右可動というやつですね。このトラクターがね、こんな感じで左右に稼働するというアクションなんですが、ついついこうやりたくなっちゃいますよね。非常にかっこいいです。後ろもこう三軸のトレーラーでめちゃくちゃ長くてね、かっこいいです。ということで、ホンダ無限コレクションでした。それでは次の車チェックしていきましょう。続いてこちら行きましょう。はい、エディオンオリジナルの日産シルビア S13 です。はい、こちらですね。パッケージね、こんな感じになってます。では中のをチェックしていきましょう。エディオンオリジナルの日産シルビア S13 です。ボディカラーね、黒ですね。光沢感のある黒。実写で言うとスーパーブラックをイメージしたね、ボディカラーだと思われます。で、タイヤホイールね、スポーツタイプで、メッキのね、リムのバージョンですね。はい。このリムがメッキなんでね、結構映えますね。この黒いボディカラーに。はい。そしてこれね、ドアが開きますね。はい。助手席が開けるとこのような感じになってます。結構ね、このインパネ周りとかね、よくね、造形されてると思います。はい。そしてフロントね、こんな感じですね。はい。ちゃんとシルビアと書かれてまして、ヘッドライトね、クリアパーツ使われてます。で、サイドマーカーのとこね、オレンジで塗り分けされてまして、ナンバーのとこね、こんな感じになってます。そして右サイドですね。こちらも開けておくと、はい。ダッシュボード周りですね。そしてシートとか、いかがでしょう。ね、なかなかかっこいいです。はい。そして後ろですね。はい。テールレンズのところは、赤いね、一色でね、塗り分けされてます。で、真ん中にはね、エンブレムがね、プリントされてまして、はい、ナンバープレートっぽいのをね、造形されてます。はい、そして、ボンネットから屋根、そしてスポイラーですね。はい、結構厚みのあるね、スポイラーになってます。そしてシャシ面。はい、フロント、センター、リア側ということで、ナンバー6、59分の1スケール。日産シルビアメイドインベトナムとなってます。で、サスペンションのね、アクションチェックしておきます。フロント、リアということで、リアの方がね、若干ストローク量大きいですね。はい、タイヤを回すとこのような感じです。ね、S13 ね、かっこいいですよね、やっぱりね。ちなみにね、このトミカは、多分ね、グレードがキューズですね。NA エンジン搭載した、グレード的には中間のね、グレードベースになっていると思います。このキューズグレードなんですが、これはね、トランプのクイーンが由来になっているようです。なので、最上級モデルはケーズ、キングですね。で、ベースグレードが JS でジャックとなってます。ということで、エディオンオリジナル日産シルビア S13 でした。それでは次の車チェックしていきましょう。はい、続いてね、こちら行きましょう。通常トミカの6番、マツダ CX5、スケール66分の1、サスペンションのアクション付きです。はい、マツダの CX5 です。今月はこちらの通常タイプと初回特別仕様がね、出たわけなんですけれども、通常タイプは赤系のね、ボディカラーですね。こちらは実写で言うと、ソウルレッドクリスタルメタリックというカラーをイメージしていると思うんですが、このマツダのね、赤ね、非常にやはり綺麗ですよね。はい。そしてタイヤホイールはこのような感じでね、通常タイプで、
ホイールがね、黒という感じで、この SUV 感がね、出てますね。このボディカラーにもね、非常に似合ってると思います。そしてフロントを見るとこのような感じですね。はい、このね、フロントのデザインですが、見てもらったらわかるかと思うんですけれども、CX5 は今年の5月にフルモデルチェンジして、KM 系というね、モデルになったんですけれども、こちらはね、KF 系っていう1個前のね、モデルがね、ベースになってる、そんな感じですね。はい、右サイドね、こんな感じです。ね、内装いかがでしょう。ドアがね、開かないのでね、ちょっと見にくいですけれどもね。はい、そして後ろね、このような感じになっています。テールレンズはね、一応ボディとは別のね、赤色でね、塗り分けされています。はい、こちらね、マツダのマークとかね、こういったところね、ステッカー類もね、しっかりと再現されています。そしてボンネットから屋根。はい。で、後ろですね。で、シャーシ面ね、こんな感じになってます。かなりシンプルですね。フロント、センター、リア側ということで。ね、ほぼ後ろ側しかね、ちょっとね、造形されてない感じですね。で、こちらね、ナンバー6。66分の1スケール、2026年の方、マツダ CX5 メイドインベトナムとなってます。そしてサスペンションのアクションですね。フロント、リアということで、結構ね、ストローク感しっかりとあります。はい、タイヤを回すとこのような感じです。はい、ナンバー6、マツダ CX5 でした。それではね、初回特別仕様の方もチェックしていきます。はい、こちら通常トミカのナンバー6、マツダ CX5 初回特別仕様、スケール66分の1、サスペンションのアクション付きです。はい、マツダ CX5 の初回特別仕様です。こちらは黒系のボディカラーですね。実写で言うと、ジェットブラックマイカーをイメージした色だと思われます。光沢のあるね、黒ですね。で、タイヤホイールも黒なので、かなりね、引き締まった印象です。そしてフロント側を見ると、このような感じですね。ヘッドライトね、シルバーがね、際立ってますね、こちらね。で、あと、このマツダのマークね。実写も結構大きいですけど、トミカでもね、しっかりとね、大きくね、再現されてます。こんな感じで。そして右サイドですね。いいですね、黒。で、後ろ。で、この下がね、シルバーなのがね、よくね、映えますね、この黒いボディカラーに。あと、テールレンズね、赤での塗り分けになってます。はい、このような感じで。そして、ボンネットから、ね、屋根の上。はい、後ろと。そして、シャーシ面ね、フロント、センター、リア側ということでね、先ほど見ましたがね、後ろ側しかね、ほぼ造形されてません。で、ナンバー6スケール66分の1、2026年の方、マツダ CX5 メイドインベトナムとなってます。はい、こちらの、ね、サスペンションのアクション、フロント、リア側と、しっかりとね、ストロークしています。はい、タイヤを回すと、このような感じです。はい、初回版とね、通常版並べてみると、このような感じです。皆さん、どちらの方が好みですかね。僕はやっぱりね、マツダこの赤好きですね。黒もね、かっこいいんですけど、この2択だったら赤かなと。そんな感じです。で、この CX5、先ほどもちょっと触れましたが、今年ね、モデルチェンジして、新型のトミカが出るのかと思ったらね、モデルチェンジ前のね、デザインで来たので、その辺はね、ちょっとね、びっくりしましたね。またね、新しいモデルもね、ぜひね、モデル化してほしいなと思う一台です。ということでね、通常トミカの6番、マツダ CX5 でした。はい、ということで、今回は2026年8月発売のトミカシリーズ7点をチェックしました。皆さん、今回ご紹介した中で一番気になった車両は何だったでしょうか？ぜひね、コメントで教えていただけたらと思います。ちなみに私はやはりね、このマーク X のコメンパトロールカー、今回の9台の中では一番気に入ったのがこちらの車両でした。またこれからもね、新しいトミカなどね、手に入りましたらご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。